名刺交換でメールアドレスを取得した場合のルールについて正しいものはどれですか？ A、名刺交換をしていればオプトイン、事前同意があったとみなされ、相手に広告メールを送ることができる。B、名刺交換をしても別途書面で同意をもらわなければ広告メールは送れない。C、名刺交換による広告メールの送信は1週間以内という期限がある。D、名刺交換相手にはたとえ送らないでと言われても送り続けることができる。D は恐ろしいこと言ってますね。はい、皆さん、どれが答えでしょうか？ A、B、C、D の中からお答えください。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。では、答え見ていきましょう。答えはこちらです。じゃん。A が答えですね。正しいものは、名刺交換をしていれば、オプトインがあったとみなされ、相手に広告メールを送ることができます。すごいですね。七田野さん。D はやべえやつですね。いや、ほんと D はやばいやつですね。はい。ちょっと気をつけましょう。はい。じゃあ解説していきます。はい。この問題は、特定電子メール法、略して特電法って言われたりするんですけど、特電法がテーマの問題でしたね。で、特電法一言で言うと、そうですね。迷惑メールを防ぐ法律と言えば良いでしょうか。皆さんの元にもいろんなメールが日々届くと思うんですけど、その中でビジネス系のメールもよく届くと思います。こんなセールやってますよ。こんなサービス始まりましたよとか、そういった広告のメールですよね。そういう広告メールが皆さんのメールボックスにもう膨大に送られてきたら困っちゃいますよね。なので、ビジネスに関わるようなメールを送るときは、ルールを守って送りましょうねっていうのが、この法律ですね。特定電子メール法で規定されています。じゃあ、どんなメールがこの特電法の対象になるのかと言いますと、規制対象は営利目的の広告、宣伝メール全般です。例えば、キャンペーンやセールの案内、自社サービスの紹介、そういったものは規制対象になります。なので、わかりやすく言うと、ビジネス要素のある売り込みのメール、これは基本的に全て規制対象になると思ってください。そして、ここで重要なキーワードが出てきています。オプトインという言葉ですね。オプトインというのは、ユーザーさんが、例えば、メールマガジンとか広告配信とか、そういったものを個人情報を利用していいですよというふうに、事前に同意を示すことですね。なので、対象のメールは、オプトインを使って事前に同意を得た相手にしか送ってはいけませんよということですね。はい。図にあるように送信者が事前に同意を得てから受信者に対してメールを送ることが可能になることができますということになっています。前提がこれで、ただ例外もあって、例えば、すでに取引関係があるとか、あとは名刺交換をしたことがあるとか、そういった方々に対しては、こういった事前の同意がなくても、営利目的のメールを送ることができるということになっているんですよね。これは、私知らなかったので、驚きでしたね。メール交換してれば、自分のビジネスのメールを送っていいそうです。なので私、結構いろんなところでオフ会やってるんですよ。で、いろんな方と名刺交換したので、皆さんに営業メール送りまくりたいと思います。これは冗談なんですけど。はい。これは、あれですよね。さっきの選択肢 D にあったように、例外であっても相手に拒否されたりした場合は即座に停止しなければならないので、そこはご注意ください。はい。で、あとは送信時のルールですね。じゃあ実際にそういったメールを送るときにはどんなルールを守って送らなければいけないのかというと、それは必ずこんなことを表示してくださいねっていうルールがあります。例えば、送信責任者の氏名、または名称、あとは住所とか、あとオプトアウトの方法ですね。配信停止ができる方法とか、ここから
配信停止してくださいねって、そういったリンクを示すとか、そういったものを必ず表示してくださいっていうルールがあります。これらをちゃんと表示しなければ、同意があったとしても送っちゃいけませんよっていうルールがありますし、あとは禁止されているものといえば、送信者の情報を偽ったりとか、他人になりすますとかですね。これらは当たり前ですけど、こういったことはやっちゃいけませんと。で、あとは見落としがちなのは保存期間ですね。はい。相手から同意を得たということを証明する記憶を、最後に営利目的のメールを送信した人から1ヶ月間は保存しなければいけないというルールがあります。義務がありますって言った方が正しいですね。で、万が一行政から確認が入ったときに、許可をもらってますよと証明できるように、同意記録は保存しておきましょうということになっています。で、もし違反してしまって改善命令に従わない場合は、法人の場合は最大3000万円以下の罰金が課せられるということになってますね。はい、気をつけましょう。まとめます。特電法は営利目的のメールを規制する法律です。規制対象の営利目的のメールを送る場合は、事前にオプトイン、同意をしてもらう必要があります。しかし一部は同意が不要なケースもあるので、例外パターンも覚えておきましょうということになっております。では実際の問題、チャレンジしていきましょう。令和3年春の問い79です。特定電子メール法における規制の対象に関する説明のうち、適切なものはどれですか？あ、海外の電気通信設備から国内の電気通信設備に送信される電子メールは、広告または宣伝が含まれていても規制の対象外である。い、携帯電話のショートメッセージサービス SMS は広告または宣伝が含まれていれば規制の対象である。政治団体が自らの政策の普及や啓発を行うために送信する電子メールは規制の対象である。取引上の条件を案内する事務連絡や料金請求のお知らせなど取引関係にかかる通知を含む電子メールは広告または宣伝が含まれていなくても規制の対象であるとなっております。皆さん、あいうえ、どれが正解でしょうか？そうですね。いとうでちょっと迷うかなと思います。じゃあ答え見ていきましょう。答えはこちらです。はい。いが正解ですね。携帯電話のショートメッセージサービス SMS は広告または宣伝が含まれていれば規制の対象であるということになってますね。特定電子メール法と言いつつ、ショートメッセージはどうなんですかっていう観点なんですけど、これは規制対象ですよっていうのが正解になってますね。はい。詳しく説明していきます。まず正解選択肢は先ほどもお話しした通りですね。ショートメッセージでも規制対象になりますよということで、こちらが正解選択肢になっています。で、間違い選択肢の方が結構大事かなと思うので、間違い選択肢を見ていきますと、まず海外から送信した場合、規制対象ですかっていうような質問になっていて、もちろん規制対象です。海外のサーバーから送れば、日本の法律は関係ないみたいなことはありません。ので、規制対象になりますよということですね。で、一番迷ったのがうだと思うんですけど、うは、政治団体がメールを送ると。そういったものは規制対象ですかっていう選択肢なんですけど、これはちょっと私も知らなくて驚いたんですけど、政治団体とか宗教団体とか NPO 法人とか、そういった団体が送る、その団体の普及活動とか啓発のメールっていうのは、営利目的ではないので、規制の対象外になります。私知らなかったんで驚いたんですけど。なので、例えばですけど、特定の政治団体が皆さんに対してたくさんの思想を伝えるようなメールを送ったとしても、それは特定電子メール法が関与するところではありませんよということになってます。はい。ただ皆さんのところにそんなメール来ないですよね。なので、特定電子メール法じゃない別の法律が多分あるんだと思います。はい。なので、あくまでも特定電子メール法っていうのは、営利目的のメールですね。そういったものを規制するものなので、政治団体とか非営利団体とか、そういった団体に対しての活動に関しては、この法律は関与しませんよということになってますね。はい。で、最後が、取引上の条件の案内とか、料金の請求通知などはどうですかっていう話ですが、これらはあくまでも事務連絡なので、もし広告や宣伝が含まれていなければ規制対象にはなりませんので、
送ってもらって大丈夫です。はい。ということで正解選択肢は E ということでしたね。はい。まとめますと、海外からでもメールを送れば規制対象外になるのかというと、なりませんよと。で、SMS は規制対象外ですかっていうところは、いや、規制対象ですよと。はい。で、政治団体や非営利団体からの連絡ですとか、あとは事務連絡とかですね。そういったものは特定電子メール法の対象にはなりませんよということになっております。本日の動画は以上です。お疲れ様でした。IT の勉強は難しく大変なこともあると思いますが、完璧を目指さなくて大丈夫です。以前より少しだけ成長した自分を楽しんでいきましょう。そして、マサルの勉強部ではオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティでは、Discord で会話をしながら実施するメンバー限定の勉強会、年代、業種の異なるメンバーとの交流や情報交換、お得な割引情報やメンバー限定のオフ会など、YouTube だけでは得られない学びの機会をたくさん用意しています。オンラインコミュニティは YouTube のメンバーシップ、オンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と連携すると参加できるようになります。もっと深く勉強したい、一緒に頑張る勉強仲間が欲しい、そういう方におすすめのサービスになっています。皆さんのご参加お待ちしています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。